彼女には親がいなかった。物心ついた時には施設にいた。親が生きてるのか死んでるのかもわからない。ぐれたりもせず、普通に育って普通に生きていた。彼女には同じ施設に恋人がいた。3つ年上で、幼い頃からずっと一緒に育ってきた恋人だった。結婚の約束もした彼女の唯一の家族だった。そんな彼女と彼がデートの帰りに事故に遭った。トラックに突っ込まれて、トラックの運転手と彼は即死。彼女は右足のももから下と右半身の感覚を失った。その後の彼女は呆然自失だった。何もやる気が起きなかった。病院の中では死ぬことすらできなかった。彼女は死ぬ気でリハビリをした。病院の中では死ねない。死ぬためには動けるようにならなければならない。文字通りの死ぬ気だった。彼女の心は後ろに前向きだった。血へどを吐くようなリハビリの末、彼女はまた一人で生活できるようになった。義足の扱いにも慣れた。右腕も多少は動く。その一つ前、今しかないと思い立ち、駅へ向かった。死ぬなら電車にしよう。電車なら確実に死ねる。賠償を求められても、私には求める遺族なんていやしない。お気に入りのワンピースで駅へ向かった。彼が一番好きで、デートのたびにそれを着させられ、ヘビーローテーションしていたワンピースだ。義足が目に触れることを嫌って事故以来一度も着ていなかったが、彼に会うならこの服しかない。駅で入場用の切符を買おうとしていると、小銭を落としてしまった。右半身の感覚の薄い彼女は、しゃがみ込むという動作が一番苦手だった。仕方なしに拾おうとすると、落とした100円玉をすっと拾う手があった。年配の男性だった。小さな声で、ありがとう、とつぶやくと、男性は言った。3年ほど前に、〇〇駅であなたと一緒にいた男性に助けていただきました。と、何のことだかわからない彼女に、男性はふと目線を後ろにやった。目線の先には、年配の女性が車椅子に乗って微笑んでいた。駅の階段で難儀していた夫婦を彼と一緒に手伝ったことがあったな。いつも車で移動していた2人が珍しく電車に乗ったデートだった。彼は優しかった。いつでも誰にでも優しかった。彼女が彼を思い出していると、車椅子の女性が近づいてきて言った。しんどいわね。でもあなたには明日があるのよ。その瞬間、彼女は号泣した。男性にしがみつくようにして、彼がいなくなってから一滴も流すことのなかった涙を絞り尽くした。それから2年、彼女は年配夫婦の養子に迎えられることになった。これからは飛び込まれたらかなわないわね。うちに請求が来ちゃうからな。夫婦はニヤニヤと彼女に言い、彼女はもうしないよと困ったように笑う。老後の面倒を見てもらわにゃな、と父は言う。その代わり、私たち死んだら保険金がっつりもらえるよ。やったね、と母は言う。じゃあ保険金のために頑張りますか、と彼女は私に微笑む。施設から子供のできないこの夫婦の家に養子に迎えられた私は、20歳を過ぎてからできた素敵な姉がいる。これでこの話はおしまいです。チャンネル登録よろしくお願いします。